ローウォーズファンの皆様、おはようございます。視聴者の皆様は、すでに、ペンギンを召喚済みでしょうか？カーク信者も、星が3個のビスケットを入手済みですが、星4個のビスケットの入手は、ちょっと無理と感じています。詳細に計算してみたところ、低予算だと、星が3個のビスケットを入手するだけで、精一杯のようです。今回のイベント期間中に星が4個のビスケットを手に入れられると考えていましたが、どうやら計算が間違っていたみたいです。あはは。さて、ビスケットの性能に関する動画を作ろうと思っていましたが、情報整理に時間がかかりそうなので、今日の動画では、カーク信者の胸の内をお話ししようと思います。厳しい現実の話をするよ。低予算で遊戯をしていると、一人のヒーロー、一匹のペットをマックスまで育てるだけでも、恐ろしいくらいの時間が必要になります。遊戯開始から1年3ヶ月目に突入したカーク信者の場合、カークとフェンリスをやっとのことで、マックスのちょっと手前まで育成することができました。1年3ヶ月を費やしても、一人もマックスになっていない現実を目の当たりにすると、このゲームの恐ろしさを感じてしまいます。そして、この1年3ヶ月の間に、ヒーローのコーブス、モリガン、アイザック、アルバノールが誕生して、ペットのアクセルと、ビスケットも誕生しました。おいおい、自分が育成し終えたキャラクターよりも、新たに誕生したヒーローやペットの方が多いって、どういうこと？つまり、新たに誕生したヒーローやペットに目移りをしていると、いつまで経っても、マックスパワーのヒーローやペットが手に入らない状況が続くということです。それでも、カーク信者のように、日本語版のヒーローウォーズがリリースされる前から遊戯していた人はマシな方で、ここ最近になって遊戯を始めた人は、もっと大変です。ヒーローやペットが増えたことで、育成に必要な資源も、正比例で増加しています。新ペットや新ヒーローの登場は、チーム編成や戦略性に幅が出て、ゲーム性がより豊かになるので、基本的には大歓迎です。しかしながら、こうなってくると、ヒーローウォーズを遊戯する際は、遊戯スタイルを明確に定めた方が良いのかもしれません。オンリーワンのメインチームを極めるプレイヤー、言い換えると、ストレートしか投げない剛速球投手。手広く育成して、臨機応変にチーム編成を組み替えるプレイヤー、言い換えると、技巧派投手。まあ、じゃんけんゲームは、3種類の指の出し方で3組の関係を構成するので、カーク信者のように、ひたすらパーばっかり出していたら、そりゃ、きついに決まっています。あはは。話をまとめるよ。ヒーローウォーズは、30名のギルドメイトが一つのギルドに所属して、ギルド戦を戦うゲームです。そのため、一つのチーム編成しか所持していないプレイヤーでも、そのチーム編成をマックスまで極めれば、間違いなくギルド戦で活躍することができます。シルバーリーグ以上で戦っているプレイヤーはわかると思いますが、なんだかんだと言っても、総合パワーが足りなければ、お話にならないのです。視聴者様の中には、遊戯履歴の浅い人も大勢おられると思いますので、カーク信者からアドバイスをするとすれば、次のようになります。育成するメインチームを決めて、それを徹底的に育成すること。苦手な対戦相手とは、戦わなければ良いだけです。まずは、一つのチーム編成を極めてから、その後のことを考えれば良いと思います。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、この人、一つのカークチームだけで、1年3ヶ月間も遊戯しているなんてすごいなぁと思った人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。